50代でも試合に勝てるテニス革命のスポーツドクター岩井です。今日のテーマは何ですか？今日のテーマは50代のテニスプレーヤー必見の内容になっています。皆さんが悩んでいるフットワークの改善に焦点を当てていきますよ。フットワークというと具体的にどんな時に悩んでいらっしゃる50代の方が多いのでしょうか？そうですね。フットワークでいうと、まず皆さんが悩んでいるのが最初の一歩目の動き。この動きはとにかく遅くなってしまっているということを悩んでいる方が非常に多いですね。ちなみに岩井先生は3年間試合を引退して復帰した時の一番の悩みは何でしたか？そうですね。やはりボールに追いついていくこのフットワーク、フットスピード、速さ、そういったものが落ちてきてしまっているなというのが悩みでした。この動画を見ないとどうなってしまいますか？この動画を見ないと、あなたは年を取るにつれてどんどん動きが悪くなってしまうということに一生悩み続けることになるでしょいやー、この動画を見ているあなたにはぜひ動ける体にしておいてほしいと思います。う。やりましょう。それではまずフットワークが悪くなる原因を教えていただけますか？はい。今回はたくさんある原因のうち3つに絞ってお伝えしていけたらと思います。1つ目の原因を教えてください。はい。まず1つ目の原因はふくらはぎの筋肉になります。50代を超えてくるとずっと仕事でですね、使っていなかった筋力というのが低下してくるんですけども、座ってデスクワークをする、それから家事をするとかですね、そういった時にふくらはぎの筋肉ってそんなに強く使われることないんですよね。これがテニスになったら急に切り返し動作、1歩目の動き、めちゃくちゃここを使う必要が出てくるので、ここが重要になってくるということです。ありがとうございます。2つ目の原因を教えてください。はい、2つ目の原因はですね、一番この使いたい筋肉、お尻の筋肉が弱くなってしまうということが原因になります。これはですね、座りっぱなしでデスクワークをしていたりですね、あんまりこう足を後ろに大きく振り上げることって日常生活ではないので、50代を過ぎてくるとお尻の筋肉が強く使うことっていうのがなくなってしまうということが原因になります。では最後の3つ目の原因についても教えてください。はい、最後はですね、これはですね、ぜひ知っておいていただきたいことなんですが、全身の側筋繊維が使いづらくなってしまうということが挙げられるんですね。筋肉というのはですね、側筋繊維、早く動かす繊維とゆっくり動かす繊維っていうのは別々の繊維になってるんですね。その中でも年を取るにつれて減ってきてしまうというのがこの側筋繊維になるんです。なるほど。はい、これを鍛えるっていうのはですね、やはりしっかりと知識を入れた上でちゃんとしたことをやらないと鍛えられないんですね。何をしたらいいか気になりますね。そうでしょう。では早速1つ目から対応策の方を教えていってください。やっていきましょう。はい、それではまず最初の原因がですね、ふくらはぎの筋力の低下でしたね。はい。これを鍛えていくために、ちょっとね、壁に手をついていただいて、はい。そして片足立ちになっていただいて、はい。できればですね、足をかけてもいいんですけど、浮かしてでもいいです。どっちもいいです。はい。でこの状態でつま先立ちになっていくというところをやっていきましょう。そして下ろしてくる。はい、下ろすときにかかとをつけないで少し上げておきます。完全につけないということですね。そうです。で、つま先立ちになる。で、下ろしてくる。これを繰り返していきたいですね。では20秒やっていきましょう。はい、やりましょう。まず左足からやっていきましょう。はい。よーい、スタート。はい、上げて下げるを繰り返しますよ。結構きますよね、これね、頑張って。はい、終了。はい、OK。では、反対側行きましょう。はい、いきます。よーい、スタート。このね、足上げてくるときに、親指が小指側ね、バランスよく体重が乗るようにしていきましょう。はい。はい、終了。はい、OK。お結構きましたね。結構くる。それでは2つ目の対応策について教えてください。はい、2つ目は、お尻の筋肉ですね。お尻です。股関節を後ろ側に動かしていくっていうのがとても重要なんですね。ちなみに股関節っていう場所は自分で認識するためのチェック方法を教えてほしいです。そうですね。ここ足動かしちゃうと同時に骨盤も骨も動いてしまうんですね。なので、股関節をより大きく動かしていくにはまず骨盤の骨を触る必要があります。はい、お腹を横で掴んで、はい、ぐーっと下ろしてきた時に骨にぶつかります。はい、この後ろと前の骨を触って、これが骨盤の骨です。腸骨と言いますね。はい、はい。この動きを感じながら、さらにその下の足を振っていきますね。この骨盤の骨が大きく足と一緒に動いてしまう。こういう状態。これは股
関節がよく動いていない。骨盤の骨が動いてしまっている状態です。骨盤の骨を止めて股関節を動かすということが大事になってきます。はい、それではこちらですね、ギフトくんご覧ください。こちらですね、股関節こんな感じになってます。はい。わかります？ここが丸いんですよ。ここね、くぼみになってます。で、こう骨盤の骨、さっき触ってもらったのはここですね。はいはいはい。この骨が動いちゃうと、この腰の骨が動いちゃうんですね。で腰の骨を動かさないで、腸骨あんまり動かないように固定して、そうするとここが単体でね、動くようになるということです。股関節が硬い人っていうのは、うん。どういう状態なんですか？股関節が硬い人は、ここの前側の筋肉、またこっちの後ろ側。これがここにくっついてる筋肉が短縮してしまってたり、硬さが硬かったりということが挙げられるんですね。なるほど。はい。その代償で腰を使ってしまっていると腰が痛くなってくるということが起きますね。ヘルニアとか。じゃあその足の骨大腿骨はどういう動きができるのかな？ねじる。ねじる。横。で、前から回る。3D スティックみたいな感じでね。なるほど。はい、こういう感じで。そういうことです。本来は動けるんですね。はい。OK ですかね。はい。はい。ということで、スイングやっていきます。はい。それでは行きます。よーい、スタート。ね、後ろを意識して。後ろに足が行くときにお尻の筋肉が入っていることを意識しましょう。で、腰が反りすぎない。はい、終了。はい。反対行きましょう。それでは行きます。よーい、スタート。ほい。はい、終了。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。このトレーニングフォームがうまくできているかによって全然効果が違ってきますね。そうですね。現在、岩井先生のホームチェックサービスを実施しています。詳しくはメールマガジンでご案内しますので、ご自身のフォームが気になる、うまくできているか心配だという方、今すぐ概要欄からメルマガにご登録ください。お願いします。3つ目の対応策は何ですか？そうですね。3つ目の対応策は、側筋繊維を鍛えていくことっていうことになるんですけども、これにはですね、プライオメトリクストレーニングという考え方がとても重要になってきます。はい。この考え方がとても難しいというかですね、深く伝えたい内容になるので、ここでちょっとお話しするの難しいですね。そうなんですね。じゃあ、こちらの内容は有料会員の方のみご案内しております。詳細はメールマガジンにてご案内させていただきますので、まずはご登録の上お待ちください。それでは50代でフットワークに悩んでいる方はこちらのエクササイズ毎日やってみてください。この動画いいなと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録、通知の方をよろしくお願いいたします。それでは明日も頑張っていきましょう。ファイヤー。